はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、ギークウォルド GK20 プロです。ギークウォルド、直訳すると、オタクの貢献だね。メガネをクイッとさせた開発者さんが、山盛りのドライバーに囲まれてニヤニヤしてそうな名前じゃん。あはは、あながち間違いじゃないかもね。ブランド名のオールドは、不毛な光源とか、不毛な血って意味もあるらしいけど、中身は全然不毛じゃなく、むしろドライバーがこれでもかってくらい詰まってて、超肥沃なことになってるんだ。ちなみに似た名前のギークフライっていうブランドがあるけど、あちらとは兄弟みたいな関係で、ワイヤレスの空を軽快に飛ぶのがお兄ちゃんのフライで、有線の沼にどっしり構えるのが弟のウォルドってところかな。なるほど。兄弟で無線と有線の担当を分けているのね。まさにオーディオ界のこだわりオタク兄弟といったところでしょうか。まさにギークを聞くってね。ちょっとそこで静まり返るのやめて。妖精のメンタルはガラス細工なんだからね。今のダジャレなら不毛の光源に置いてきた方がいいかも。さて、彼らの伝説は2021年の第1作 GK10 から始まったんだ。当時からピエゾ、BA、DD をこれでもかってくらい詰め込んだ構成を驚くような低価格で出してきて、計算間違ってないって界隈が騒然としたんだよね。そこから GK100 や GK300 といったまるで合体ロボットみたいな名前のモデルが続いて今回の GK20 プロにたどり着いたんですね。でもプロって名前がつく割にお値段は100ドル前後でしょ。最近の物価高からしたらむしろ良心的すぎて逆に怪しいレベルじゃん。だよね。だけどギークワールドだからね。中身を見たらもっと驚くよ。なんと4種類のドライバーが混ざったクワッドグリッド構成なんだ。内訳は LF、低域、8mmDD プラス 8mm 平面同軸デュアルユニット。2つの 8mm ユニットを同軸上に配置。力強く深い低音を再現しているのは DD ユニットのみだろう。IF、中域、大型フルレンジ BA1 機、ボーカルなどの中音域をクリアに再生。HF、広域、カスタム BA2 機プラス 8mm 平面駆動ユニット2機の BA と平面駆動ユニットを組み合わせ、高音の解像度と伸びを確保。UHF 超広域 8mm 7層電極圧電セラミックピエゾ2機、非常に高い周波数を担当。空気感や繊細なディテールを表現するための特殊なユニットという構成で、片側4種合計7機のドライバーを搭載。8mm 平面振動板ユニットと 8mm デュアル磁気回路 DD ユニットは同軸積層という特許技術を採用している。平面振動板ユニットは豊かな階層感を持つ広域を実現。特に 8mmDD はシリコンプラスバイオ繊維ダイヤフラムを採用し、低域で深く沈み込み優れた弾性を発揮する。その構成なんかもう音の満員電車だね。そんだけドライバー入って100ドルってドライバー1個あたりの単価はどうなっちゃってるの？これじゃあ光源どころか価格のデッドゾーンだよ。ふふふ、ミミーちゃん今度は冴えてるわね。でも外観はとってもエレガントなのよ。3D プリンタで作られたシェルは透明感があって、フェイスプレートはまるで夜空の星屑を閉じ込めたみたいにキラキラしています。確かにね、愛が好きそうな感じ。キラキラはちょっと控えめだけどね。技術的には新しく追加されたマイクロプレイナーが広域のピエゾや BA の個性をうまく橋渡しする役割をしているらしい。この複雑な構成をまとめ上げるのはまさに職人芸というかギークの意地だね。付属のケーブルは最初から 4.4mm バランス接続タイプだけというのがちょっと珍しいかな。本気で聞きたい人への挑戦状って感じもするわね。普通のスマホじゃ相手にならないから覚悟してねっていう熱いメッセージだね。望むところよ。それではこの豪華すぎるクワッドグリッドモデルが一体どんな音を響かせるのか、波形も見ながらチェックしていきましょう。まずはこのシングル波形を見てほしい。おお、かなり特徴的な形をしていますね。広域に鋭い山があるのが一目でわかります。だよね。DD、BA、ピエゾ、さらにマイクロプレイナーまで積んだクワッドグリッド構成をフルに駆使したかなり攻めた広域型のチューニングに見えるんだ。これ音を聞く前から私は高解像度ですよって主張してるみたい。でもこれだけじゃどのくらい尖ってるのかわかりにくいよね。そうだね。今回はこの2モデルと比較してみたよ。一つは同じクワッドグリッド構成で3万円クラスの定番リファレンス機 QE イヤーズクインテッド。もう一つは2025年の印象に残ったモデルでも紹介したセレスト役者、呼び方が日本人向けだと夜車でも OK かな。これはドライブリッド構成ですがマイクロプレイナードライバーを搭載していますね。価格は少し下がっているようで GK20 プロと同程度の価格で買えるショップもあります。ドライバー構成が近いこの3台で比較すれば GK20 プロの立ち位置がはっきりしてくるんじゃないかな。なるほどね。比較することで何が違うのかをあぶり出すわけか。そう、それじゃあ実際に音を聞いてみようか。今回はサウンド調整の基準を QE イヤーズクインテッドに合わせているよ。その方が GK20 プロの特徴的な広域の出方がわかりやすいからね。はい、ではサウンドチェックいきますよ。ボリューム上がります。
聞いてみると、波形の印象とは少し違った発見があったように思います。クインテットはフラットを意識しつつ、リスニングの楽しさも考慮したお手本みたい。深い低域も高域の伸びもあって、全方位の安心感がある優等生っていう感じです。そうだね。それに対して役者はウォーム&スムーズで、まさに温かみのある休息だよね。高域をあえて抑えて音の質感そのものを楽しませてくれる癒し系って感じだね。対する GK20 プロはテクニカル&ソリッド。低域はタイトで超高域のピークで情報をガンガン引き出す。モニター的かつ派手なサウンド。瞬発力と情報の洪水に飛び込むような超高解像度特化型だよ。タドラの個性を隠さず、高域のキレと分離感に全振りしたような、すごくエッジの効いたモデルですよね。滑らかだけど高密度な高域で、短時間で一気に没入させる凄みがあります。これ、今まで聞こえなかった高域の音を探したいっていう宝探し気分の人にはたまんないかも。情報の洪水に溺れたいなら、これはいいよね。確かに GK20 プロは波形比較では高域以外が他にモデルより引っ込んで見えたけど、サウンドチェックでは特に引いた感じはなかった気がする。不思議だよね。波形上では低域が控えめに見えたのに、音の芯はしっかりしてたじゃん。そこで試しに他にモデルの低域レベルに合わせて GK20 プロを約 4dB 持ち上げてみたのがこの比較グラフ。なるほど。こうしてみると 800Hz くらいまでは3モデルとも似たようなカーブを描いていますね。だよね。ただしこうすると 7kg から 8kg あたりはより強調されることになるんだけど。でも実際に耳で聞き比べる時のボリューム感としてはこっちのグラフの方が正解に近いのかも。そんな感じだね。この低域を揃えた状態が実機を聞いた時の圧倒的な分離感と高域のキレの正体を物語っているんだと思うよ。じゃあ最後に GK20 プロの実機を聞いた印象だけど、低域は結構硬質でしっかりその存在感を示してくれていた。なるほど。高域の音数が多い場面でも分離がいいからベースラインがはっきり聞き取れる。フロアタムの圧も満足できるレベルで土台がしっかりしているからこそ高域が生きている感じかな。その代わり中域が弱いとか？そこも全然弱いとは感じなかった。リファレンス曲でも高い再現力があったし、ボーカルが必要以上に前に出ないけどクリアで絶妙な余白がある。この空間の使い方が圧倒的な分離感を生んでいるんだと思う。音の隙間が見えるような感覚、素敵ですね。そうなるとやっぱり一番の注目はクワッドブリッド構成による改造感ですか？改造感は文句なしに抜群。定位もいいから空間が広く感じるし、一つ一つの音がクリスタルのように研ぎ澄まされているんだ。ただ攻撃を上げただけのモデルとは情報の密度が数段違う。でも 8kg あたりのピークがこんなに尖ってて、スネアやシンバルで耳が痛いってならない？それが不思議と滑らかなんだわ。さすがに音数が多いとうるさいと感じることもあるけど、刺さるような痛さは抑えられている気がした。タドラが喧嘩せずに質の高い輝きを生み出している感じかな。今まで聞こえなかった音が全部聞こえてくる分、脳のリソースを使い切っちゃいそうですね。まさにそれ。だから長時間の視聴ではどうしても聞き疲れが早く来ちゃうんだ。もし広域のエッジが立ちすぎていると感じたら EQ で7から 8kHz 付近を好きな感じに落としてやれば、さらに最強の万能機になると思うよ。なるほどね。総合すると感触系が好きで音の洪水に揉まれたいリスナーにはたまらない1台ってことでいい？いいと思うよ。はい。ということで、ピークウォルド GK20 プロのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。